どうぞどうぞ。説明ありがとうございました。一点お願いと、質問なんですけども、お願いの方から先に言うと、決算説明資料を見るんですけれども、いつもその経常利益から一番下のその純利益につながるところで、数字が大きく減るんですけれども、そこが、経常利益までフル連結で、その他少数株主持ちが除外されるんですごく小さくなるのが分かるんですけれども、そこにつながる過程を、もうちょっと詳しく、説明資料に入れてもらえないかなというのがお願いです。というのは、おそらくその税金の影響と特損というのは、見ればなんとなく分かるんですけども、GL の持ち分の変動のところが外から見てていまいちよく分からない、いろいろファクターあると思うんですけども、その辺をもうちょっと詳しく分かりやすく説明書に入れてもらいたいなっていうのが一つの。はい。で、2点目は質問なんですけれども、業績予想と中継のお話なんですけども、一旦その中継は白紙というか、数字的にはゼロになったということなんですけども、といってもですね、個人投資家の立場からすると、数字が何もなくて、今は妄想モードみたいな形になってまして、いろいろその材料をいただいて、これぐらいなのかなって、簡単にやればできるのかもしれないんですけれども、とは言いつつも、何かしらその社長から、個人的な意見でも構いませんので、何年後にどれくらい目指しているとかっていうようなお話をいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。おそらく1点目のご要望のところなんですけれども、経常利益から純利益に対してそこのなぜ減衰するのかということだと思うんですが、これはほとんどですね、単純に現在はですよ、我々の GL に対する持ち分の部分です。つまり GL に対する持ち分が例えば 30% だったら、経常利益までは 100% 入ってますけれども、純利益に関しては 30% しか取り込めないので、その部分ですので、あまり難しい作業というのはないです。昨年まではそこでですね、少数持ち分、すみません、持ち分変動益っていうのがあってですね、持ち分が、ちょっと正確じゃないな、持ち分が減った場合ですね、増資に関わるお金がですね、純資産を超えて払い込まれた場合、我々は利益を計上するという会計基準がありまして、僕変だと思うんですけど、それなくなったんです、去年で。で、今年はなかったんですね、2016年の9月期には。なので、そこが去年と今年で大きく差が出たんで、去年より我々利益が下がったように見えるんですけど、実際に事業に関わる利益が増えてるんですけど、その持ち分変動益という非常に特殊な利益が去年まで我々の損益の方に入ってました。今年から BS にしか入らなくなったんですね。正しいですよね。正しい。それが分かりにくくなっている原因だと思います。これからあんまり難しくないと思いますね。単純に持ち分の額で減るんだな。特損だったら特損で書いてますから、それは分かりやすいと思います。はい、それが一つ。もう少し、解説が必要であればもう少し解説考えますけれども、我々の持ち分も開示されてますし、おそらくそれを単純に見ていただければと思います。で、第2点にですね、今いただきました業績予想ですね。業績予想に関してはですね、これは日本の企業さんはそうお考えじゃないみたいですが、世界的に見てあまり業績予想をその会社自体がやるというのは潮流としてはローカルだと思います。なのでローカルルールに縛られると思わないし、ナンセンスな日本の風習に浸るべきでないと僕は思っているので出してません。もうこれは考え方の問題です。もう一つは実を言うとですね、タイ側で1年以内の収益の利益に関して
発表してはならないという規則があります。これ難しいんですが、ウェッジがですね、今利益について語るとですね、ほぼ GL の利益の予測がつくんですね。これ非常に疑問がありまして、果たしてこれはもう何て言うんですかね、罰則付きのぐらいの非常に厳しいルールなんですね。日本のやつは開示 してくださいっていう、開示してない会社いっぱいあるんです、日本でね。でそういうものなので、我々としてはやはりコンプライアンス上も出すべきでないと思っています。でもう一つはですね、事業の本質に関わるところなんですけど、事業の本質っていうのは不確定なものなんですね。明日何が起こるかわからない。特に我々の会社のような、急速に企業の幅を拡大していっている会社は読めないんです。我々自身も読めません。よく予算で分かるだろうっていう方がいらっしゃるんですけど、おそらくですね、おそらくですよ、三井住友銀行は分かると思います。5% 増しかな。我々するんじゃないんで、全然変わりますから。先ほどお見せしましたけど、去年3カ国だったんですね。今 M&A を含めて6カ国に増えてます。去年の終わりの時点でスリランカの会社を我々が買収すると予想した人間は我々の会社の中でさえほとんどいないでしょう。希望はあったとしてもですよ、読めないっていうのが現実です。なので我々がそこを予断を持って発表するというのがあまり適切じゃないというふうに我々は考えております。この辺りが業績予想してない理由ですね。大体の目標なんですけども、前々から GL に関して言うと、2018年までに、つまりあと2年ぐらいの間にですね、大体ですけど1兆円の時価総額にするというふうに申し上げています。それは投資家向けに言うのでその方が分かりやすいから言ってるんですが、1兆円にするためにはですね、我々の利益が大体去年に比べてですね、おそらく20倍ぐらいにならないといけないでしょうね、2018年に。でそうなるように M&A とかそれぞれのオペレーションを含めて進めていますし、それに向けて進めているところです。これはもう我々の意思の問題なので、予想かというと予想ではないですね。そうするっていう話でしたね。はい。ざくっと言って去年と今年で利益デジタルファイナンス倍になります。来年2倍は間違いなくいくでしょうね。はい、それは最低ラインだと思います。でそこからどこまで増やせれるかっていうのが、今の我々の課題です。コンテンツはそうですね、来年に関しては横ばいだと思います。増やそうと思ってますけれども、もし予想ということで申し上げるんだったら横ばいぐらいだと思ってください。2017年、16年に比べて。って言いながら増やしてやろうと思っているのが経営者と思うんですけどね。それぐらいの感じです。ただ今影響額がちょっと小さいので、現状では。ただ、おそらく2018年とか19年ぐらいに、実際の利益としてどんどん出てくるようになると思います、コンテンツに関しては。そのために今、布石をずっと打っていっているところです。これで大丈夫ですか？はっきり数字を言わないといけないですか？なかなか難しいところですね。はい。でざっくばらんに言うと、来年倍ぐらいにはなると思いますよ。デジタルファイナンスの場合は、硬いと思います。なあ、私は。彼らが頑張るんですけどね。で、今度、買収した CCF っていう会社がですね、非常に利益貢献してくるでしょうし、インドネシアも第一四半期からいきなり利益出してますんで、非常に環境はいいと思いますね。はい、以上です。